めんつゆを使ってたった5分で作る暑い夏に食べたくなるカレーうどんです。皆さんこんにちは。私の今日のお昼ご飯はカレーうどんでした。自家製のめんつゆを使って作るとあっという間にできてしまいます。めんつゆを入れる、水を加える、カレー粉と牛肉を入れて煮立てる、片栗粉でとろみをつけて茹でたうどんにかければ出来上がりです。スープの素やカレールーを使わないので添加物なしで不思議なほど美味しく出来上がるんですよ。ぜひ最後までご覧ください。めんつゆの作り方はこの動画で詳しくお伝えしています。みりん 100ml、 薄口醤油と濃い口醤油を合わせて 100ml、 水 500ml と鰹節2つかみで作っています。冷蔵庫に常備しておくと冷やしそうめんのほかいろんな料理を作るのに大助かりです。さあカレーうどんを作っていきましょう。めんつゆ 150ml と水を同量の 150ml から 200ml 加えます。水の量はご自分の好みに合わせてくださいね。これを火にかけて煮立てていきます。カレー粉を小さじ 1,2 杯加えます。私は1杯とほんの少し加えました。辛みが好きな方は2杯加えるといいと思います。牛肉を1人分 80g 加えて火を通します。ただカツオの効いた出汁ですので牛肉を加えなくてもそれはそれで美味しいですよ。牛肉に火が通ればアクを取ってとろみをつけます。片栗粉大さじ 1.5 杯を同量の水を加えて水溶き片栗粉にして入れていきます。水溶き片栗粉はいきなり煮立った中に一気に入れると塊になってしまいますので、鍋の中をお玉でかき混ぜるようにして上から少しずつ入れるようにしてください。そしてここが今日のポイントですが、片栗粉を加えてからしっかりと煮立ててとろみをつけることが大事です。粉臭さが消えて滑らかなスープに仕上がります。仕上げに5センチ長さに切った薬味ネギを加えてひと煮立ちすれば出来上がりです。茹でたうどんを器に盛り、カレー味のつゆを上からかけます。お好みで夏野菜をトッピングすれば最高ですね。今日はソテーしたかぼちゃとパプリカ、茹でたオクラをのせました。暑い日のランチに出汁の効いためんつゆカレーうどんはぴったりです。余談ですが、片栗粉でとろみがついたカレーうどんは食べている途中でとろみが消えシャバシャバになってきますよね。これは唾液に含まれる消化酵素のアミラーゼがでんぷんを分解してしまっているんです。とろみのまま最後まで食べたい人は唾液のついた箸やスプーンを直接カレーうどんの鉢の中に入れないことです。取り箸で別皿に移して食べるととろみをキープできるようですよ。ぜひ試してくださいね。最後までご覧いただきありがとうございます。今日ご紹介した動画は概要欄にリンクがありますので、ぜひそちらもご覧ください。このチャンネルではファイトケミカルを摂る基本のスープを中心に毎日のおかずスープで簡単で美味しく楽しく野菜をたくさん摂って腸内環境を整え健康になるお手伝いをしたいと考えています。週に一度動画をアップしていますので、チャンネル登録後横のベルマークを押していただくと最新の動画のお知らせが届きます。見逃さないためにもぜひお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。